皆さんこんにちは、南です。3月4日水曜日、毎度おなじみのオープニングですが、抜けるような快晴のどし道。今回も目指すキャンプ場は椿荘オートキャンプ場です。一度張ってみたいあのサイトに貼れるまで通うソロキャンプということで、何回続くか分かりませんが、よろしくお願いします。前日朝から夜中まで雨が降り続きました。雨ちゃん勇み足で一日日付を間違えたようです。ちょっとサイトのコンディションが心配ですが、久々に終始晴れのキャンプが楽しめそうですね。一旦中央の森の広場に車を止めて、お目当てのサイトを確認します。残念ながら空いてませんでした。というわけで今回選んだサイトはこちら、北の森。その奥の方の5番サイト。さあ、追っ始めましょう。今回の幕はバンドックのソロベース EX。 ポールは両側とも二股にしています。風もほとんど吹かないので、ポールを支えるメインのガイロープもなしで設営します。これはロックシールドでもできますね。両端をペグダウンしてテンションベルトを絞り、ビシッと決めたら二股ポールを幕の縫い目に合わせて調整。残りのペグは打たなくてもいいくらいです。まあ不安なんで打ちますけど。そして跳ね上げを作れば完成。インナーは取り付けたまま収納しているので、すでに幕内にぶら下がっています。ここまで約10分。早い人なら5分でできるかもしれませんね。今回新たに追加したのが前幕です。ソロベース本体だけだと、寝る時とか幕を閉めようと思うとあれこれ片付けないと無理なので、跳ね上げを上げたまま閉めれるようにと導入しました。でも素直に使わないのが私の悪い癖というか、なんというか、ちょっとした思いつきで人幕風に設営してみました。あのサイトに貼れるまで通う椿荘オートキャンプ場第1泊目、はいね、まあ初っ端からはいこれで OK です終わりですって言いたかったんですけど、やっぱり埋まってました。やっぱりね、使ってる方がいらっしゃいました。まあただそこはね、ちょっと水はけの悪い場所なんで、昨日のね3日昨日はね、朝から晩までずっと雨降ってましたんで、ちょっと空いてたとしてもダメだったかもしれないですけどね。まあとりあえず今日は、ね、キャンパーさんがいらっしゃったので、まず第1泊目はダメでした。まあとりあえず
乾杯といきましょう。乾杯乾杯。よいしょ。あのサイトに貼れるまで通います。乾杯。うまっうまっ。ちょっと間空いたからね、やっぱ外ビールはうまいよ。今回の幕なんですけど、バンドックのソロベース持ってきました。最近前幕をね買いまして、はい、今日は普通にね通常通りの設営じゃなくて、前幕片方こっち側をね、バッとこう広げまして陣幕のように貼ってあります。これなかなかいいですね。例えば寝る時にね、閉めたければこのポール外してこっちをこう戻せばすぐねこっから閉められるんで、それでいいかなと。でこのバンドックのソロベースの前幕なんですけど、仕様としてなんつうんですかね、幕本体を設営して一回ポールを外して、ポールにハトメを通してまたこう設置するっていうちょっと面倒くさい仕様なんですけど、私はポールは二股にしてるんで、奥の方の、ポールにですねカラビナでこうカシャッとやればこうテンションかかればこう下がることがないんでね、そういう簡単なやり方でポールを両方二股にすれば、両方ともそういう仕様にできますから、そうするといちいちポールを外して前幕を取り付けるってことをしなくていいんでね、非常に簡単になりましたね。贅沢を言えばこの辺がね、前幕の真ん中なんですけど、ここがファスナーでこうね分離できればこうなんていうんですかね、こうなってるのを両方こうできるんでね、こういう感じにもできるんですけど、さすがにそれはできないんでね、かといって前幕を2枚っていうのもあまり現実的じゃないですしこれでいいかな。今回はこっち側広げて、で反対側はエブリ君が止まってるんで、もう完璧にね両サイドはガードされてプライベートが確保されております。これはなかなか使えます。陣幕ってね、陣幕って私全然興味なかったんですけど、やってみるといいなと思いましたね。なんかこう陣幕をこうやっちゃうとね、周りの景色が見えないっていうのもあるんですけど、ここが屋根がないんで、これでも全然なんかこういう森深いとこだったらね、すごく雰囲気よく過ごせるなって、なんかそんな感じ、そんな感想ですね。今回ね、あの場所には貼れなかったんで、北の森の5番だったかな、に貼ってます。実は言うと北の森もですね使うのは初めてなんですよ。ちょっとね不便といえば不便。筋塔はこの北の森の中にあるんですけど、トイレがないので中央の森に行かないとトイレがないんですよ。そこがね結構遠い、結構でもねえか、遠いんでねちょっと不便なんで使ってなかったんですが、もう一つ理由があるんですよ。もう一つ理由があって、私がキャンプをやり始めた10年前、その時からねこの椿荘は結構有名で、北の森があって中央の森があって、その上が、南の森で、中央の森の向こう奥が西の森で、今
ちょっと離れたところに第2サイトもありますけどね、そういう構成になってるんですが、この北の森っていうのはいわゆるベテランさん、もうガチ勢が集う、ね、ちょっと当時ね、10年前当時ね、ちょっと初心者が入り込むにはちょっと遠慮しちゃうっていうかねベテランさんがこうね、もうそれこそブッシュクラフト上等みたいな、もうガチ勢ですよ。そういう人たちがこう群幕を張ってなんか厳かに過ごすみたいな、そういうイメージがありまして、なかなかビビってね、その当時の初心者だった私はビビってね、この北の森に入れなかったんですけどね、そういう思い出がありますね。で不便っていうのもあったんで敬遠したんですが、10年経ってですね、ようやく、足を踏み入れることができましたそんな裏話もあるんですけどね。でもすごくいいですよ。本当に森の中というか、向こうの中央とか西とか南でも森の中なんですけど、ここはさらにね深い感じがして、夏なんかはね特にいいんじゃないですかね。日もほとんどあんまり当たらないですから、今ちょっと当たってますけど、それでも木立に遮られて、もう木漏れ日しか入ってこないんでね、すごくいいとこです。はい。さてさて、日も入ったんでね、時刻の方は4時半か、ちょっと早いですが、ここね、北の森は暗くなるのは早いんで、そろそろね、夜の乾杯といきますか、野猿の乾杯と、ゆっくりやりましょう。
いつも言ってるかなそれ。いやーし、じゃあ今宵も楽しんでいきましょう。乾杯。というわけで今回の野宴はですね、こちら七輪、まあミニ七輪、ほんとちっちゃい七輪なんですけど、それでもちゃんとした七輪の手はなしてるんで、バンドックのやつです。これ安いんですよ。いくらした？パッと見てね、パッと買っちゃったんだよね。1500円はしてない1500円はした。お礼をっていうね、触れ込みで書いてあったんで、俺のかみたいなこれでね、また焼肉です。前回のルミちゃんの焼肉がですね、あまりにも地味だったんで、今日はこの七輪で炭火で焼肉。はい。でこれね、下熱がどうのこうのつって木の台があるんですけど、まあこのタフマルくんのね上に置いときゃまあ間違いねえだろうなということで、まあこちらへ。はい。まあこういう感じですか。で空気口もあると、珪藻土でできてるのが七輪なんで取り扱い注意ですけどね。で落っことしたら一発で終わりだと思うんですけど、まあぼちぼちやっていきますか。炭起こしてね。よいしょ。ではでは焼いていきましょう。まずね、そう焼肉といってあれなんですけどいや、あれなんだこれ、焼き鳥、鶏皮串が焼け落ちるのはわかるけど、最初から折れてるよこれ。いやいや、危ない危ない。まあいっか、一応か。まあ鶏皮をちゃちゃっと焼いて、焼肉のメインはハラミハラミ焼肉用って書いてある、買ってきたんですけどね。どうですかね。前回はちょっとね味がないやつでしたけど、まあ今回は違うところで買ってきたんですが、この七輪ってね、いいですよね。まあ荷物にはなるんですけど、いくら俺用のちっちゃいサイズとはいえね、雰囲気ある。そろそろいいかな。この完璧に折れちゃって、だいたいこう焼く前に折れるってどうなのって感じですけど、じゃあ鶏皮いただきます。
うんうんうん。うまっ。さらにいい雰囲気になってきたね。風も完全にないで、よいしょ。キャンプ、まあなんつうの、改めて言うことでもないかもしれないんですけど、キャンプっていうレジャーっていうかアクティビティっていうか、まあその辺は昭和のおっさんには分かんないですけど、いいですよね。昨日の夜ね、朝方帰ってきて、まあとりあえず行って設営しちゃえば寝ればいいじゃんってね。寝るのもアクティビティの一つっていうか、だからまあなかなか通常ね、シフトでこう夜勤のある、例えば介護職の人とか夜勤明けで寝ないで来て、とりあえず昼間寝て夜楽しむこともできる、ね、寝るのもまあその目的の一つというか、いいですよね。とりあえず行っちゃえばなんとかなるっていうこのレジャー今日改めて思いましたね。昼寝してで夜楽しもうか、そういうのもできる、このキャンプってなかなかそういうレジャーとかアクティビティってないですよね。まあスポーツで言えば、ね、体調を万全にしていかなきゃいけないんで、そんなこうヨレヨレの状態で行ったところで楽しくはないわけですよ。でもキャンプはね、それでも楽しい。ハラミいきますか。でもってネギ焼きね、ちょっと美味しそうなネギがあったんでネギ焼きというわけで、本日のどこ行った、出してない。本日の日本酒、こちら獺祭、山口県岩国市、ね、こちらをいただきましょう。美穂様がちょっと山口県の方に旅行に行きまして、お土産で、純米大吟醸磨き3割キューブ、こちら
獺祭美穂様いただきます。ほら獺祭ってすごく甘いイメージなんですけど、この3割キューブいやこれ独特だな。なんて言ったらいいんだろう、ちょっと言葉にならんけど、いやこれはうまいぞ。いやちょっとちっちゃいなそういうこと言っていいのか。いや900とかそういうのを買ってきてくれたら嬉しかった。いやすいません。いやほんとうまいっす。ほんとうまいっすよこれ。幸せ。ほら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 。よいしょ。でハラミはどうよ。ね。七輪と炭火で焼いたハラミ。素晴らしい。こうなるとつまみも酒もダブルでやべえやつだ。野縁も一段落。腹いっぱい。ハラミは美味しかったね。鶏皮も美味しかった。そして獺祭。もうねえか。獺祭ごちそうさまでした。このバンドックの俺専用七輪ちっちゃいやつね。いや七輪いいね。再認識じゃないの、初めて使ったから。いやびっくりした。炭火、七輪で炭火。いやこんないいと思わなかったよ。で肉もふっくら焼けてね。ただ荷物になるからね、この現物のままなんで。例えば小さいねこういうちょっとミニコンロっていうの、ああいうのだと畳んで収納がペタンとなったりとかねあるんですけど、それは絶対できないんで。にしてもいい。いやもしかしたらマストアイテムになるかもしれませんね。こんないいと思わなかった。いつものようにコーヒーで目を覚まして、朝食はココイチのカレーセット。アルファ米がセットになってるお手軽レトルトです。お手軽なのはいいですが、やっぱり飯はちゃんと炊いた方がうまいですね。さて今回のキャンプ、お初の北の森の雰囲気が良くてとてもしっとりと過ごせました。あと七輪と炭火の焼き具合の素晴らしさにやられ、獺祭の味わいにやられ、夜も最高でした。次のキャンプはどうなりますか。お目当てのサイトに貼れるんでしょうか。今から楽しみです。そんなところでそろそろお開きです。今回もご視聴ありがとうございました。
た次のキャンプでお会いしましょう。それでは。